改めて今もう一度説明してもらっていいですか？ちょっと私分からなかった。何か鉢合わせしたっていうのは。待ち合わせをしてたところに、予定外の時間に彼が帰ってきてしまって、鉢合わせてしまって。帰ってきた。その鉢合わせして怖い思いをしたというお話ですか？はい、会うと思ってなかったので、その時はすごいびっくりしました。なるほど。すいません。今ですね、同時に見ています番組オーナーから森岡さん質問が、来ました。一つ聞きたいことがあるということでよろしいでしょうか。一つ気になったのが、彼が仕事から帰ってきた時に鉢合わせたと言っていましたが、なぜ森岡さんはそこにいたんですか？お母さんと話そうと思ってそこの場所で待ち合わせをしていたんです。じゃあもう本当に偶然の一致で本当にたまたま鉢合わせてしまったと。そうですね。彼は帰ってきてしまって。彼は職場を辞めたけどまた別のところで働いてるんですか？そうみたいですね。別のところで働いてて、そこから帰ってくるタイミングで。またオーナーから質問なんですけれども、はい。被害者が加害者とされる人の家の前をうろついているなんてことありますかね？帰ってきた鉢合わせってのがよく意味が分からない。帰ってきたがまずは理解できなかった最初。追加で失礼します。森岡さんの家の前で森岡さんが家に帰宅した際に鉢合わせたなら分かりますけれども、相手の家の前で鉢合わせるなんてストーキングを受けている人の行動履歴としてあり得るものなんでしょうか？でも私も危険を回避したりしなきゃいけないので、彼のルーティーンとかどこに行くとか防衛として調べて知ってるので、森岡さんは森岡さんで彼の動向をなんか探ってるってことですか？そうですね。やっぱどこにいるとかもそれって聞いた方が安心。今どうやって付き合ってる時のお話なんですか？付き合ってる時に全部ルーティン知ってるってことをおっしゃってます？行動を予測したりとか、誰と会ってるとかも知っといた方がいいので、知れることは把握して、こっちもそれを回避できるように調べたりとかはしてます。どうやってやってるんですか？どうやって知るんですか？それってそうなんかめっちゃ近くに暮らしてるわけではないんですか？その人は30分ぐらいの距離です。家と家がなんでわざわざ知る必要があるんですかね？そうなんですよね。相手が、森岡さんのストーカーなので、相手のことなんて正直もう知りたくない、関わりたくないという気持ちが働かないのかなっていうところと、確かに相手の行動パターン、把握してないと、力が弱い女性としては先手を打っておかないと、不安になってしまうのかなっていうのも、分からんでもないっていう部分はあるんですが。でもストーカーされてたらまず近づきに行くのが怖いでしょ、自分から。てかその遠い位置の人の行動が分かるっていうのがまず怖い、おかしいじゃないですか。近くで自分が目で見るじゃない方法ってことは、なんかネットとかを使ってるってことですか？頑張って調べて。調べるっていうのはどういう？例えばなんか iPhone とか使ってっていうことを位置を調べるみたいなのあるじゃないですか。ここでまたオーナーからメッセージが届きました。相手の家の近く、ちょうど相手の帰宅時間、そんな危険な場所と時間でなぜお母様はそこで待ち合わせを提案したのか、または了承したのか、確認を取ることできますか？ということなんですけど、どうでしょう。一度スタッフから確認しましょうか。確認させてもらいます。ちょっとこれね、お母様にも聞いてみないと話が難しくなってきました。これはなんか女性の防衛策として相手のことをストーカーであっても知っておくっていうのはどうなんです？ある程度会わないようにするための手段としては、多少は分かるけど、その帰る時間とかを詳しく知っているっていうのが、帰ってくる時間とか分かるのってもう怖い。たまたま俺駅でとかなのかと思ったら家なんですね。家ですね。どういうそれはちょっと難しい話になってきてますよ。実際目で見る以外に彼のその行動パターンが分かるっていうのはネットとかを使うしか。だってしかもお母さんも相談を受けて被害を受けてるって知ってるはずなので、お母様があれなんですかね、言うたるわみたいな。でもそんな協力的でした？それやったらもっと最初からね。そうだったらなんで会ってる、友達まで把握してるのって話じゃないですか。だからそのお母さんが味方ならもっとちゃんと話聞いてくれません？絶対。
会社の、同僚と付き合っていた別れたストーカーされているそこまでは全然わかるんですか？怪文書みたいな手紙も送られる、悪口言われる、怖い。でも離れるじゃなくて家の前に行く。南川さん、どういう心境なんでしょうね。いや、どういうこと、なんかその攻撃は最大の防御みたいなことなんですかね。しかもおかんと言ってるんですもんね。ね、はい、自分はお母様と電話させていただはいきまして、ちょっといろいろありまして、今お電話がつながっている状況はい、あ、はい。森岡さんのお母さんでお間違いないですかね。はい、森岡めぐみの母でございます。はい、女子業界チャンネルの山口と申します。突然のお電話失礼いたしました。今ですね、スタッフがですね、お母様に裏で今お電話をさせていただきまして、今どのような現状なのかを、ちょっと短くではあるんですけど確認を取ったと。はい。ただお母様がおっしゃるには、その森岡さんが喋った事実がないということで、ちょっとスタッフもよくわからないということで、今お電話そのままつながっていたお母様話していただけるということなんですかね。私も今、そちらに娘が伺っているということで、それね、今、初めて聞きまして、大変驚いているのですが、娘が前の彼氏からストーカー被害を受けているということで相談しているということでしょうかね。そうですね、以前会社で一緒だった方と、お付き合いをして別れた後にストーカー被害を受けている、非常に怖いと。ということではあるんですけれども、娘が被害を受けている手がちょっと違いまして、うちの娘がお相手にストーカーをしているというのが事実ですね。逆なんだ。お母さん違うじゃん。なんで？お母様、娘さんが今ストーカー被害を受けているということで相談いらしてるんですけれども、今お母様は娘さんがストーカーしてるっておっしゃいました？そうですね。はい。具体的にはどういうようなことをしてるんですか、娘さんは。ということではあるんですけど、前の彼氏の方と別れた時のショックといいますか、精神を病んでしまって、本人は本当にその前の方からストーカーをされていると思い込んでいるということなんですよね。そんなこと言ってないじゃん。っていうか、お母さんが勘違いしてる、それ。お母さんはそれが勘違いだっていうなんか確証はあるんですか？思った。今私は娘と一緒に住んでいるんですけれども、一緒に住んでらっしゃるんですか？そうですね、それで一緒に住んでるんですけれども、特に理由もわからないまま娘がどこかつられる家を出てしまいまして、私もちょっと不安に思ったので後をつけて、こういうのを家族3人で住んでるんですか？旦那さんと、お母さんと娘さんで3人で住んでるんですか？私と娘の2人で暮らしています。失礼ですけど、旦那さんは、離婚してしまいまして。そう、全然言ってること違う。実際に被害を警察に相談しに行ってるってこともおっしゃったんですけれども、実際には元相手の方が警察の方に通報されておりまして、それが私の方にも知らせがそれで届いたということにます。通報されたってことですか？元相手の方が警察に通報されてことが取れるようになりました。森岡さん、言いたいことがあれば。実際はどうなんですか？私が警察に行ったので、なんでお母さんがそんな風に言ってるのかちょっとわからないんですけど。森岡さん、お母さんと一緒に暮らしてるんですか？一人暮らしです。ちょっとなので、そこがまず食い違ってるのがもうどちらを信じたらっていう部分もあるんですけども、お母様に言っておきたいことあります？お母さんが一番の味方なのに、なんで信じてくれないのかなって。だからこうやってみんなに助けに来なきゃいけないことになるのに、なんで信じてくれないのかなって。お母様、いかがでしょうか？娘さんが私を信じてほしい、味方でいてほしい、
メッセージ送られてましたけれども、今娘がいい状況ということで、病院の方に一度見てもらわないかなっていうことは娘にも相談をしたんですけど、娘本人がまだそのタイミングではないと言いますか、私の方で病院に確認をしましたら、お医者様の方からは妄想性障害という病気ではないかということを言われておりました。妄想性障害。じゃあ彼氏が辞めたんじゃなくて、彼氏は会社に残ってて、めぐみさんが辞めてるってこそうです。そんなはずないんですけど。全然頭が追いつかなくて、本当に。と？お母さんが言ってることが本当だとしたら、その元彼は今怖い思いをしてるってことです。このままにしといていいとは全然思わないんですけど、